はい、こんにちは。山下夏実です。10月18日土曜日。この日はね、熱川海岸、伊豆でトリップしてね、練習場所を変えて楽しんでいきました。平塚がね、ちょっと地形があんまり良くないかなっていう風に踏んで、熱川に来たんですけど、熱川がね、思いのほか波拾ってまして、で、ちょっと着いた時はね、まだ潮が低かった形だったので、最初サーフィンスタートでやっていってます。でね、サーフィンもね、かなり形、基本ね、このレギュラー、ライト側がね、形が良くて、結構、少ない人数でね、結構レギュラーをこれみんな回して乗ってた感じなんですけど、結構面白い波でしたね。ちょっと癖はあってね、少し難しめではあったんですけど、早かったり、巻いてこなかったり、みたいなパターンはあったんだけど、比較的まだ乗りやすい波で、形も綺麗だったんでね、こんな感じで。結構いい練習できました。そう、こういう感じでいいとこでテイクオフできる感じであったので、積極的にちょっとテイクオフしながらトリックとかも狙っていく感じです。ただ、ウェーブライドの方が良かったかなと思います、全体的に。結構面白い感じで、ずーっとサーフィンしていってます。一応2ラウンドやって、午前中と午後の2ラウンドやったんですけど、この午前中の時間は、もう完全サーフィンオンリーといった感じですね。そう、ややダンパチックな波とかもあったから、そういうのは避けつつ、しっかりいいの狙っていく感じです。こういうとこ結構横に走れたやつだね。で、180。そう、こういうラインが地味に残ってたというか、狙えてたっていう感じなので、みんなでこのライン狙ってた感じですね。両サイド来てたけど、こういうレフトはちょっと早かった感じだったので、僕はもうずっとこのレギュラー側狙ってました。いいね、一回当て込んで、プルアウト。さあ、これちょっとサイズある。一回、レールを入れたターンしたけど、ちょっと最後刺さっちゃったね、もったいない。これはちょっとロングライドしたやつですね。ずっとパンプしつつ、ここで波キープしながらロングライドして、最後分かりづらいんだけど、ここで一応3ショービットまでかけてメイクしてる感じです。風の影響も食らってなかったから、そう、平塚だとね、この時間のあたりはね、ちょっとオンシャーがもう入り始めてたあたりの時間だと思うんですけど、こっちはね、風も全然影響食らってなくて、いい形してますね。さあ、最後スピナーまでコンプリート。しっかりとしたウェーブライディング。久しぶりに、3、4ヶ月ぶりぐらいかなに、熱川で練習してきましたけど、やっぱ、無難にできるんだなっていう感じはしましたね。さあ、この形はいいね。さあ、悪くないポジション、3ショービット。で、これは先が続かないから、コンプリートですね、こう。悪くない感じですね。やっぱりね、ちょっと先続く場所とかを探すのは少し難しかったかなって思うんですけど、乗れたらいいポジションに入れることが多かったかな、意外と。さあ、これは180まで狙ったけど、ちょっと刺さっちゃったね、途中で。足の位置が悪かったかな。これ。さあ、これは少し速そうだけど、前出れそうですね。さあ、しっかりウェブライディングして、ビッグスピンまでチャレンジ。これメイクしたかったね。この、ちょっとピッチが短い裏側のやつとかを今狙ってる感じですね。さあ、テイクオフして、これはちょっと先が続かなそうだね。パンプして前に入れて、ちょっと何もできずって感じかな。適度にちょっとね、ピーク動きながらスキムとかも狙いつつ、基本は沖出ていってます。さあ、これはここから前に出てスピナー。で、コンプリートですね。ナイスコンプリート。結構、面白い感じに何本も乗れてる感じですね。さあ、これはちょっと早かったかな。
そう、もうちょいこれはアウトから乗れたらちょうどよかったかもね。なかなかちょっとポジションが、そうやっぱ慣れてないビーチってこともあってね、ちょっと迷子な感じです。さあ、今ビッグスピンから最後、180までのコンビネーション。ナイスコンプリートですね。まあ、ちょっと癖がありつつもね、まあ、この辺はもう人がね、みんな上がって、僕の貸し切りタイムだったんで、結構いい感じに乗れてた感じです。何本も本数乗って、とりあえずいろいろ試せたかなっていう感じです。まあ、ただちょっとね、この辺で少し波が難しくなってきてたので、スキムとかも狙っていきます。この堤防際。ここだけがね、まだなんとか潮が低くてもできてた感じだったので、まあむしろ巻いてないぐらいだったんで、ここでちょっと当て込み、フロントサイドですね。ずっと狙っていきました。ちょうどお昼ぐらいの時間なんですけど、レールワークを確かめるっていう点ではかなりいい練習だったかな。このまかない波でもしっかり回す練習。まあちょっと癖はあったからね、やっぱりなかなか難易度は高かったかなと思いますが。まあちょっと久しぶりにこの辺は癖のあるフロントサイドの波でレールワークを確認できたかなっていうふうに思います。まあ、こんな感じでフロントのオンリーですが何本も狙っていってます。まあ、この辺でちょっとね、潮がある程度乗ってきたら、スキムもサーフィンもちょっと中途半端な時間になってきちゃったかなっていう感じだったので、一回休憩して、まあいろんなピークを見ながらまた2ラウンド目に備えていきます。2ラウンド目もね、同じく片側でやっていって、意外とね、すぐ、ある程度潮が上げてきたかなっていう感じで、スキムが狙えそうだっていうことでね、この辺から2ラウンド目入っていきます。まあ、いい感じでこういうスキム波が取れそうというか取れるラインがあったこのフロントがねあったんですが、ちょっと砂がね柔らかすぎてあんまり走れなかったんですよね。なかなかスキムするにはちょっと怪我の可能性があるなっていう感じで、こういう風に形はすごいいいんだけどなかなかちょっとリスキーだったので、この状態でスキムするっていうのも、そこはちょっと周りの環境ともちょっと気にしながら、ここからまた結局サーフィンですがやっていきます。スキムで狙ってたリップを、まあ、アウトから狙うっていう感じですね。アウトからっていうよりかはもうスキムが届く距離ぐらいでもうインサイドで待ってサーフィンしていった感じです。そこのラインフローター乗って降りようとしたけどちょっと最後刺さっちゃったね。そうまさに本当にこのスキムのショアブレイクの場所でサーフィンを狙っていってる感じです。最後はもう上陸ですね。まあ、フィンレスならではで攻めれる場所ですね、ここは。さあ、ウェーブライドして、これはちょっと先がないけど、なんとか当て込もうとはしたかな。まあ、なかなか今のショアブレイクに当て込むのは難しいですね。やっぱ形はいいからね、このラインをしっかり合わせて、スキムのフロントサイドのイメージで合わせていきます。さあ、テイクオフして、これはちょっと置いてかれちゃうかな。ここで前には出れそうだけど、できった頃には上陸しちゃったんですね。本当はもうちょい早く前に出たかったですね、今のだったら。これはちょっとパーないから、さあ、テイクオフして、ここから前に出て、なんとかワンアクションですね。ワンアクションしたら、まず、上陸でしたね。でも結構、この辺はスキムのイメージで取れてたっていうのはすごい大きいかな。まあ面白い波でした。さあ、これはちょっと早いね。さあ、テイクオフして、前に出てウェブライド。で、コンプリートですね。本当はやっぱトリックまで無難に行きたいとこですね、この辺だったら。あ、これはちょっと早いね。まあ、意外と波に分厚さもあったからね。意外と見た目以上のパワーはあったかなっていう感じはしましたね。まあ面白い波だったですね。こんな感じで。
さあ、これはちょっとフレームアウトしちゃうけど、かなり綺麗に横走れて、まだ一応ここまで乗ってます。さあ、テイクオフして、ちょっとテイクオフもたついちゃったかな。やっぱテイクオフもたついちゃうとね、こんだけインサイドなんで、ちょっと何もできずに終わっちゃう感じなんで、やっぱり素早くテイクオフしたいですね、こういう条件だったら。さあ、テイクオフして、さあ、しっかり前出て、ビッグスピン。いいですね。しっかりコンプリート。最後波の前まで出てるから、かなりいいと思います。かけた位置が良かったかな。ちょっとこれフレームアウトしちゃうけど、ここでかけてるんで、ちょっと緩い場所でかけてたんで、良かったと思います。さあ、スピナー。で、コンプリートですね。さあ、テイクオフして、スピナー。そうですね。ここでやっぱり、ちょっともたついちゃうと、微妙に遅れちゃう感じですね。さあ、テイクオフして、これはちょっとね、波がもうこの辺ね、分厚くて、ちょっと厳しかったんでね、砂は柔らかいですが、ちょっとスキム狙っていってます。もうね、砂が柔らかくなければね、締まってたら確実に全力で走れるんで取れるんだろうなっていう波は来てたんですけど、ちょっとまあもったいないっちゃもったいなかったですね。まあそれでも一応なんとかこうやって何本か乗れてたから、やっぱり潮高いと熱川は少し砂やばい傾向があるからね、まあ入る際は気をつけた方がいいかなと思います。まあ久しぶりの熱川トリップで結構いい練習ができてよかったんじゃないかなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画が良ければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。